はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、ゆで卵は固ゆで派ですか？それとも半熟派ですか？ゆで卵のゆで加減はこだわりありますよね。ちなみに、いやいや卵は半分くらいヒナが育ったくらいが美味しいよって人いますか？今日はそんな半分くらい育った卵、バロットを食べています。それでは早速やっていきましょう。今回用意したのはバロットです。バロットと言われてもピンとこない人がほとんどですよね。飛行機を運転する人ですよね。いや、パイロットじゃありません。バロットです。孫悟空のサイヤ人の名前ですよね。いや、カカロットじゃありません。バロットです。人参を英語でキャロット。いやいや、バロットです。さあ、この中から好きなカードを1枚選んでください。いや、タロットじゃないよ。バロット。ということで、気を取り直して、バロット紹介します。バロットとは、孵化直前のアヒルの卵をゆで卵にしたものです。バロットという呼び方は、フィリピンでの呼び方です。中国ではマオタン、ベトナムではホビロン、カンボジアではポンティアコーンと呼ばれています。東南アジア地域では比較的メジャーな食べ物です。卵一つとっても国によって食べ方は様々ですよね。この前プライベートでインドネシアの友達にインドネシアのゆで卵トロールアシンをもらって食べたのですが衝撃でした。黄身の旨味が強く塩辛い日本人の想像するゆで卵とはまた別物です。やっぱり色々食べ物は挑戦して食べてみると経験値が増えて幅が広がります。ちなみにバロットはアヒルの他にもうずらや鶏の卵を使用して作る場合もあるそうです。今回用意したものはアヒルではなく鶏です。ちなみにフィリピンでは卵の成長に合わせて呼び方が違い、ヒナの状態ができつつある状態の有精卵をアブノイ、形が作られたものをバロ、殻を破って出てくる寸前のものをウコボと呼んで区別するそうです。日本で売られている卵は基本的に無精卵なので温めても孵化することはありません。ですが稀に卵を割ったら育ったものが入っていたなんてこともあります。基本的には育たないと思っておきましょう。せっかくなので生の状態だと中身がどんな感じなのか割ってみましょう。確かに中で育っています。まだ本格的に育っていませんが形はできつつあるのでこれはバロですね。孵化直前のものはもう完全にヒナです。なんかコメントでもかわいそうとか来そうですが日本人の感覚って不思議ですよね。自分もなぜかヒナの状態を見るとかわいそうな気もするけど卵なら気にせずに食べちゃいます。都合がいいですよね。また海外の人の感覚も不思議でフィリピンなどではこのバロットは食べるけど生卵は食べないみたいです。気温とか衛生的な問題などもありそうです。日本人のように生魚を食べるのも海外からすると奇妙かもしれません。そういった食文化の違いがあるのも面白いですよね。そういった違いも受け入れていろいろなものを食べてみたいです。それではバロットを茹でていきましょう。沸騰したお湯で15分くらい茹でれば完成です。調理も簡単です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はアメリカカリフォルニアサンディエゴのジャック・ホワイトのバラストポイントパッシングヘイズを飲んでいます。もともとホームブリュワーだった創業者のジャック・ホワイトがホームブリューイングの機材や材料を販売する会社を設立したのが始まりです。その後自分たちが好きで飲みたいものをコンセプトに店舗裏にブルワリーを開業し現在では様々な賞を獲得し世界でも評価されるクラフトビールです。色はかなり白く濁った黄色です。口に入れた瞬間ホップのかなり広がるような苦味を感じレモンやトロピカルフルーツのような爽やかな香りを感じます。苦味は後を引かずスッと消えるような後に残らないすっきりとした味わいです。それではバロット食べてみます。まずは殻を割ります。普通はこの段階で白身が出てきますが黄身っぽいです。なんだかエイリアンの卵を思い出します。今回はシンプルに塩と酢で食べています。なるほどな。食感は少し固めのゆで卵です。一口かじると中に鶏がいます。茶碗蒸し茶碗蒸しこれ茶碗蒸し茶碗蒸し旨味とかやっぱ強いですか？うまい味は鶏の出汁が効いた茶碗蒸しみたいです。いや今もしかしたら鶏いったわ
鶏肉の旨味もあって少しコリッとした軟骨のような食感もあって、普通のゆで卵より食感を楽しめて旨味が強く美味しいです。中を見ちゃうと抵抗を感じますが、味だけは本当に抜群です。今まで食べたゆで卵で一番美味しい気がします。ちょっと毛のようなものが最後口に残る感じがありますが、そこまで嫌な感じはありません。あと内臓なのか血合いのような少し苦味を感じる部分があります。でもこれは隠れた好物を発見したかもしれません。卵も肉のうまさも味わえるなんて一つで二度美味しいですよね。せっかくなので撮影補助の暇人キッチンにも食べてもらいましょう。これ暇人も食べてみてよ。うわー、塩もらっていいですか？顔は引きつってるけど先入観が邪魔する。先入観が先入観と必死に戦って頭の中のプログラミングを書き換えるのに時間がかかっています。なんとか完食。味は美味しいけど見た目がダメだそうです。せっかくなので殻を割って中身を取り出して半分にカットしてみましょう。この絵だけ見るとゆで卵の中にコンビーフが詰まっているような見た目です。よく見るとしっかりと鶏の胴体や頭も入っています。羽もできていますね。今回塩と酢を用意しましたが、個人的にはシンプルに塩がおすすめです。この感じならもう少し成長したウコボもいけそうです。落ち着いたらこういったグルメを食べに海外旅行に行きたいです。もし自分が海外で食べ歩くだけの動画だったら見てくれる人いますか？今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。バロットいかがでしたか？これを食べた日からダチョウだとどんな味がするのか気になって夜も8時間くらいしか寝れません。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。